YouTube 動画第2弾始まりました。今回紹介する DIY はインスタグラムで1万3000人以上の方が保存ボタンをポチッと押してくれたレシピになります。本当にありがとうございます。この DIY では小さいお子さんがいるお家にはありがちなある問題が解決します。しかも材料はほとんど100均で手に入るものなので、普段 DIY をしないという方にもぜひ作ってみていただきたいアイテムになります。まずはこちらの動画をご覧ください。とある休日、優雅に紅茶をすする私でございます。急に立ち上がりましたね。一体何が起きたというのでしょうか。リビングにあふれんばかりのプラレールを並べていた4歳息子に呼ばれまして、このトミカの高速道路を組み立てるようにと命じられたわけなんですね。これ持ってる人いらっしゃいますかね。我が家は去年のクリスマスにサンタさんが持ってきてくれたんですけど、複雑な作りになってるんですよ。いろんな形のパーツが入っているし、高低差もあったりなんかして、あとプラレールみたいにしっかりくっつかないんですね。ちょっと結合部分が甘いんですよ。実際にトミカを乗せて遊ぶという上ではとっても楽しいおもちゃなんですけれども、ちょっと組み立てがめんどくさい。ご覧の通り息子にああでもないこうでもないと怒られながらやっと完成し、さあお紅茶でもいただこうかしらと思ったところ、すっかり冷めて冷たくなってしまってるなんていうことは日常茶飯事でございます。そこで私考えてみました。もしこんなものがあったらいちいち片付ける必要がないので、毎回組み立てなくても良いのではないかと。もうどんだけ組み立てるの嫌なんだよって話なんですけど、休む日と書いて休日はできるだけゆっくり過ごしたいので、早速お買い物に行って作っていきたいと思います。先日大変ありがたいことに楽天ルームオブザイヤー2022ファッション部門で受賞させていただきました。本当にありがとうございます。 YouTube で着ているお洋服も楽天ルームで紹介できたらと思っておりますので、よろしければそちらの方もチェックお願いいたします。ここのお部屋は息子のピアノのレッスンのお部屋と私の仕事部屋として使っているお部屋なんですけれども、飾っている絵はなんと4歳の息子が描いた絵なんです。こちらはキャンドゥに売っているパステルカラーの絵の具で描いたもので、ぐちゃぐちゃっと描いてもなんとなく素敵な絵になるのでめっちゃおすすめです。お買い物に行ってきたので、いよいよ DIY に取り掛かっていきたいと思います。まずは材料の紹介です。ホームセンターでカットしてもらった厚さ 9mm の合板を使用していきます。サイズは必ず 910mm×460mm にカットしてもらってください。ホームセンターで買うのはたったこれだけ。あとの材料は全て100円ショップのセリアで揃えることができます。3本で110円の木製角材を2つ、芝生調シートを8枚、4種類の大きさが入った木ネジを1つ、インテリアアイアンバー平らショートを2つ。それでは早速 DIY スタート。まずは芝生調シートを合板に貼っていきます。こちらの芝生調シートは剥離紙を剥がすとシールになっているので、ただ貼るだけで芝生の地面を作れちゃう優れものです。高速道路を乗せるので、下が芝生になったらちょっと街みたいで可愛いかなと思ってこちらを選んでみました。剥がす時にこんなに剥がしにくいシールあるかなっていうぐらいちょっと剥がしにくいので、そこだけご注意ください。無事に剥離紙が剥がれたら、板の端っこから 5mm 程度内側に芝生調シートを貼っていきます。あとは隙間が開かないようにどんどん貼り尽くしていってください。半端な部分はハサミでカットして隙間のないように敷き詰めていきます。やっと全部貼ることができました。めっちゃ簡単なんだけど、すでにこの時点で可愛いです。続いては木製角材を使っていきます。イメ
メージとしてはこんな感じで枠みたいに周りに固定していきたいと思っています。まずは板を反対にひっくり返します。適当に木製角材を2本下に入れておくとやりやすいです。はい、やり方としては裏側からビスで打っていくというようなやり方になります。ここで最大のポイントをお話ししたいと思います。ホームセンターでカットしてもらったこちらの合板 910mm×460mm というふうにお話ししたんですけれども、このサイズというのが木製角材を6本取り付けた時にちょうどぴったり枠として収まるサイズなんですね。ですからセリアで木製角材3個入り100円を2つ買ってくれば余ることもなければカットする必要もないというところが最大のポイントでございます。木材をカットするっていうのは結構ハードルが高くないですか？ DIY が好きな私ですらできるだけ避けたい工程でもありますので、より多くの方に手軽に挑戦していただきたく、ぴったりの寸法でご用意させていただきました。さあ、いよいよ木製角材を取り付けていくわけなんですけれども、もしお家に電動ドライバーがないよという方は手動のドライバーでも全然構いません。ちょっと大変だけどできないことはないです。必ずこのようにキリで下穴を開けるようにしてくださいね。4種類の切れ字のうち上から2番目の大きさの切れ字から使っていきたいと思います。私が100均 DIY をするときに使っている電動ドライバーはボッシュというブランドのものになります。こちらはプロからするとおもちゃみたいなパワーがかなり弱いものになるんですけれども、素人の私からしたら100均 DIY するには全然十分だと思っています。プロ仕様のマキタインパクトも持っていて、大きい棚とかを作るときはそちらを使ってるんですが、100均 DIY でマキタインパクトを使うとパワーが強すぎて逆に板割れとかが起きやすいので、こちらのおもちゃみたいなボッシュがすごく使い勝手が良くておすすめです。はい、ここで息子のおやつタイム入ります。お休みの日に息子がいる中で DIY をするということが基本になってまいりますので、やはりどうしてもスムーズにというわけにはいかないのが現実でございます。大好きな牛乳で機嫌を取りつつ DIY を進めていく次第でございますけれども、我が家の一人息子は今4歳なんですが、人並みなのかうちがひどいのかちょっとわからないんですけど、感触を起こすことが結構あるんですね。毎回事の発端はもう知らんがなっていう本当に些細な小さいことなんですけど、もう一回わーっとなっちゃうとすぐには自分の中で切り替えが効かないというようなことがよくあります。そこでフォロワーの皆さんにお子さんの感触の理由を募集してみたんですよ。そしたらもう皆さんの回答本当に元気の出るものばっかりで、っていうのもただ理由を聞いただけなんですけども、それだけでも本当面白くって、例えば公園で落とした髪の毛1本探したけど見つからないとか、お寿司のお皿を重ねたくなかったとか、ラーメンの麺が全部同じ長さじゃないとか、ヨーグルトを頭に塗ったら思ってたのとイメージが違ったとか、鼻くそ食べたいのにとブチギレられたとか、あるあるなのはエレベーターのボタンを押したかったとか、靴を自分で履きたいとか、そこら辺かなと思うんですけど、前を走る車が遅いとか、ご飯が白いからとか、床が冷たいからとか、もう知らんがなオブザイヤーって感じですよね。もうね、そんな爆笑回答が500通ぐらいは来てんじゃないかな。もう本当に嬉しかったし、めちゃめちゃ面白かったし、他のフォロワーさんからもシェアしてくれてありがとうございますっていう DM がたくさん来たんですよ。イヤイヤ期に始まり感触を起こす年齢の子育てって本当に大変だけど、うちだけじゃないんだって思うと結構頑張れる部分があるので、もう本当に感謝しています。ありがとうございます。そんなね、感触についてはインスタグラムの方で改めて投稿にまとめようかなと思っていますので、もし気になる方がいたらそちらもチェックの方お願いします。はい、木製角材の取り付けが終わったようなので、最後の工程に入っていきたいと思います。電動ドライバーをお持ちの方は長いビットに付け替えるととてもやりやすいのでおすすめです。ご覧のようにアイアンバーを取っ手にするために両端に固定していきます。注意点としては合板の厚みが 9mm しかないので貫通しないように必ず 9mm 以下の長さのビスを使うようにしてください。先ほども登場したセリアの切れ字の中に入っているものを使えば大丈夫です。はい、ということで完成です。本当に簡単な作りなのでおしゃべりしてる間にあっという間にできてしまいます。早速使用してみるとこんな感じです。このまま持ち運ぶことができるので、いちいち片付けなくてももうこの状態のままお家の中に置いておくというようなスタイルをとってます。
もし傾けちゃっても大丈夫。木製角材があるのでトミカが下に落ちることはありません。そして我が家は IKEA のトルファストを使ってるんですけど、トルファストの上になんとシンデレラフィットなんです。めちゃめちゃ便利なので皆さんもぜひ作ってみてください。